皆さんこんにちは、かっちゃんです。こんがりということで、今日は豚こま肉を使った混ぜて焼くだけこんがりシリーズということで、豚こま肉とエリンギを合わせて混ぜて焼くだけ簡単美味しいこんがり焼き豚エリンギを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は豚こま切れ肉 250g、エリンギ1パック 100g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。エリンギ1パック 100g を 5mm 角ほどの大きさに細かく切ります。豚こま切れ肉 250g に 5mm 幅ほどに包丁を入れ細かく切ります。豚肉を切り終えたらボウルに入れて、酒大さじ3、片栗粉大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、おろしにんにく小さじ1、ごま油小さじ1、粗挽き黒胡椒少々を入れて、豚肉に調味料を揉み込み混ぜ合わせます。調味料を揉み込み混ぜ合わせたら、切っておいたエリンギを入れ混ぜ合わせます。エリンギがポロポロ崩れないように揉むようにして全体まとまってくるまでよく混ぜていきます。食材がまとまり全体均一になるまで混ぜ合わせたら、フライパンに油を引いて中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら、合わせた食材を手に取って握りながらエリンギと豚肉をまとめ、平らな円形に形を整え、フライパンに並べ入れます。お弁当に入っているようなミニハンバーグ程度の大きさに形を整えて並べていきます。こうしっかりと握って豚肉とエリンギをまとめて、両手で潰していただくか、フライパンに置いて上から軽く押さえて平らな円形に整えてみてください。はい。では並べ入れたらそこにこんがり焼き目がつくまで焼きます。はい。ではそこにこんがり焼き目がついたら返します。はい。では返し終えたら弱めの中火にして蓋をして3分蒸し焼きします。はい。では3分蒸し焼きしたら完成なので、取り出してお皿に盛り付けます。OK。はい。ではこんな感じでジューシーな豚こまにエリンギのコリコリ食感が美味しいこんがり焼き豚エリンギの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は恒例の豚こま肉にエリンギを合わせて混ぜて焼くだけで簡単美味しく作れるこんがり焼き豚エリンギを作ってみました。それでは本日は炭酸水で乾杯。乾杯。休館日。じゃあ早速いただきましょう。今回は恒例の豚こま肉を使ったこんがりシリーズということで、エリンギを合わせてかさ増ししながら美味しく作れるこんがり焼き豚エリンギを作ってみました。じゃあもうしっかり味付いているのでこのままいただきます。じゃあいただきます。こんがりのめっちゃ美味しい。
豚こま肉に酒や片栗粉を揉み込むことによって、安価に買える豚こま肉でもしっとり柔らかに仕上がり、とても美味しく仕上がります。で、そこにプラスエリンギを合わせることによって、かさ増しになりつつ、うまくエリンギがつなぎになるので、豚肉が硬くなることなく美味しく食べられます。で、エリンギは5ミリ角程度角切りして使うことによって、ほんのりこのコリッコリっとした食感が残るので、ちょっとこう軟骨つくねまでコリッとした食感はないんですけど、少しこう軟骨より柔らかく食べやすいコリッとした食感が残り、とても美味しく仕上がります。これも毎度おなじみ、こんがるシリーズの特徴でもあるんですけど、豚こま肉を細かく刻んで使うことによって、またこの豚のひき肉とは違ったちょっとお肉の食感や肉々しさがしっかり残り、ほんと粗ミンチ状のハンバーグを食べているような感じです。お肉の食感や旨味がしっかりと残り、とても美味しく食べられます。味付けは鶏ガラやごま油を入れて中華風の味付けが豚肉やエリンギにもよく合い、とても美味しく食べられます。少しごま油を入れることによって口の中にふわっとごま油の風味が広がり美味しく食べられ、ちょっとこう黒胡椒を入れることによってピリッとこのパンチの効いた味付けがとても美味しいです。で、調理工程も混ぜて焼くだけ。ほんとフライパン一つで簡単に美味しく作れます。食材もお手軽な豚こま肉で作れますし、エリンギも結構年中価格が安定しているので、お手軽な食材でボリューム満点に美味しく作れます。ほんとこのジューシーな豚肉にエリンギのコリッコリッとした食感めちゃくちゃ美味しいですね。蒸し焼きして火を通している間にうまく中のエリンギにも火が通りつつ、なんか豚肉から出た旨味をエリンギがぐっと吸い込んでいるような感じで、エリンギにもすごく旨味があってとても美味しいです。で、今回もちょっと小さめのハンバーグのような感じの形にしてあるので、おかずやおつまみにもいいですし、冷めても美味しく食べられるので、お弁当のおかずにもぴったりのレシピになってます。はーい。ということで今日は混ぜて焼くだけ簡単美味しい焼き豚エリンギを作ってみた動画でした。しっとり柔らかな豚肉にエリンギのコリッコリっとした食感がとても美味しいレシピになってます。中華風の味付けに黒胡椒のピリッとした感じが食材にもよく合い、おつまみにもおかずにもお弁当のおかずにもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、こんがり軟骨つくね超えたわ。